股関節がね、すごく硬い方はね、ストレッチしようとしてもね、なかなかできずにね、結局ね、ストレッチを諦めてしまうっていう方も多いですよね。そんな方にね、今回のストレッチはとってもおすすめです。このストレッチは股関節を一切開きません。意外なところをね、少し刺激するだけで、みるみる股関節がね、和らいでいくんです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もうこの辺、ゆるゆるになってきましたよね。門下生の皆さん、ようこそ。山内です。このチャンネルでは、私が長年研究開発した整体テクニック、手技を習熟度ごとに門下生のみんなに伝授していきます。今回は人気シリーズ、超硬い人向けストレッチです。理学療法士の資格を持った私がおすすめする効果抜群のストレッチをお伝えします。今日はね、硬い股関節を柔らかくするストレッチです。腰痛やね、首こり、肩こり、そして膝の痛みにお悩みの方は、もしかしたら股関節の硬さが原因かもしれません。股関節の周辺にはね、小さな筋肉から大きな筋肉までたくさんの筋肉が走行しています。そこがね、凝り固まってしまうと骨盤がね、悪い方向に傾いてしまって首、腰、膝、もちろん全身にね、悪い影響を及ぼしてしまうんです。とは言ってもね、股関節がね、すごく硬い方はね、ストレッチしようとしてもね、なかなかできずにね、結局ね、ストレッチを諦めてしまうっていう方も多いですよね。そんな方にね、今回のストレッチはとってもおすすめです。このストレッチは股関節を一切開きません。意外なところをね、少し刺激するだけで、みるみる股関節がね、和らいでいくんです。では、その意外な部分、どこだと思いますか？それは膝なんですね。実はね、股関節を動かす筋肉っていうのは、膝のね、あらゆる部分から始まってこうつながっているんですね。ですのでね、膝を刺激することによって股関節につながっている筋肉の収縮性能を上げると、どんどん股関節がね、緩んでいくんです。こうは言ってもね、まだ信じられないっていう方もね、いらっしゃるかと思いますが、騙されたと思って私と一緒にやっていきましょう。今回はね、股関節が超硬い人でも簡単に実践できる膝チョップ整体を伝授しますね。まず両足をね、肩幅ぐらいに開きます。そして今回使うのは手のね、小指がこの辺りと、あと人差し指のこのね、横側、軽くポン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 って膝周辺をチョップしていきます。こうすることによって膝からね、股関節につながっている筋肉の収縮性能がどんどん上がって、股関節が硬くてね、今までストレッチできなかった方でもどんどん股関節がね、柔らかくなっていくので、一緒にやっていきましょう。ではまず1つ目、膝の内側の膝関節よりちょっと上、この辺ですね、この辺を10回叩いていきます。いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これだけです。こんな感じでチョップしていきますよ。次、2箇所目。今度は膝の内側のちょっと下、ふくらはぎの上の方ですね。これを内側を10回叩いていきます。いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんな感じです。いいですね。今度は膝のこの膝の下のこの肩のこの辺ですね。ここをね、10回叩いていきます。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんな感じです。では次、今度は膝の上側、太もものこのね、下の方あたり、ここを10回叩いていきますよ。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんな感じです。今度はふくらはぎの上の方、ここですね。ここを前の方に向けて10回叩いていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいですね。続いて、今度はこの膝のお皿の上のところですね。ここを10回叩いていきます。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト。最後、もう一度、この太ももの内側、この膝よりちょっと上を10回叩いて仕上げにしましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もうこの辺ゆるゆるになってきましたよね。実際ね、こうやって開いてみてください。さっきよりも開きね、すごく大きくなっている方もいると思いますし、これ歩くとね、かなりほぐれているんですね。腰痛や全身の関節を痛める一番の原因って
なんだかご存知ですか？実はですね、長い時間同じ姿勢をとっていて、そこからいきなり動く。それがね、関節を痛める一番の原因なんです。ですのでね、私自身、1時間以上、こうやってね、デスクワークとかスマホを見ているとき、そこからいきなり立とうとすると、股関節周りの筋肉がすぐね、伸びてくれないんですね。腰の関節、膝の関節をグイグイグイって強引に引っ張ってしまって、その瞬間にね、関節を痛めてしまうんです。ですので、そういう悪習慣の積み重ねが将来、腰痛、そして膝痛、そして手術が必要なヘルニアとか脊柱管狭窄症を引き起こしてしまうので、日々ね、とにかく1時間以上座りっぱなしのライフスタイルがある方は、必ず股関節周りの筋肉をほぐしてから立つようにね、そういう習慣を心がけてください。このストレッチのポイントはたった一つ。逆に言うとね、これをね、外してしまうと効果がね、すごく弱くなってしまうので注意してください。そのポイントっていうのは、こうやってね、ポンポンポンってわずかにね、スナップを効かせて膝周辺を叩くっていうことです。こうやってね、じわじわではなくて、こうやってね、弾くようにポンポンポンって素早く叩いていってください。そうするとこのリズムが膝から股関節につながっている筋肉の収縮性能をどんどん上げてくれます。本当に伸ばさなくても、超硬い人でも誰でも行える簡単なストレッチなので、ぜひみんな実践していってくださいね。いかがでしたでしょうか？今回の動画で股関節がほぐれたよっていう門下生のみんなは高評価、そしてコメントをくださいね。それではまた次回。